こんにちは、まみきさんです。里帰り7年ぶりの日本の夏。今回は地元湘南編、そしてその近辺、いろいろあったのでピックアップしてサクサクとスピーディーに行きます。父の毎年恒例の海開きの儀式。まずは海の家一式ロイヤルビーチ。ビールで乾杯して、つまみはおでんと枝豆。そしてお隣さんのブルームーンへ移動。ここではモヒート、ゴーヤの天ぷらとポテトフライにワカモレだったっけな。葉山の実家から歩いて5分、笠谷浩二さんの個展がお友達れいちゃんのギャラリーで開催されていたので行ってきました。こちらギャラリーヨロー、クラフトビールのバーと中扉でつながっているギャラリーです。どちらもれいちゃんがやっています。タッドボトル&バーからこの鳥かごをイメージした扉をくぐり抜ける。笠谷浩二さんのセラミックマジック、チャラさんの世界展。擬人化したようなバナナの作品たちをいろんなところで展示されているので、見たことある方いると思います。昔イタリアで作った人生という作品について説明しています。年齢を重ねるとともに道が険しくなることを表現。本物そっくり、全部セラミックです。潰されたビールの空き缶。ガールズシリーズ実は欲しい。特にこのブリッジガール。そして体育座りしたバナナ。見終わってバーに戻ってくる。一番の7種のスパイスが効いたレプブリューを頼んでみる。かなり個性的ですっごく美味しい。実は旦那様が懐石料理屋拓亭さんで、ここではたくさんのおつまみをこのお値段で食べられる日があります。このかわいいオニラッコサワーという名のビールにはラブも入っていると書いてあるのを見せたかったらしい。アンバービールってありますか？アンバービール。アンバーのおすすめを出してもらいました。普段は見かけないようなさまざまなクラフトビールとクラフト酒やワインがあります。
内装は私たちの同級生が手掛けました。アンティークパーツをリメイクしてあったり、バイカーっぽさが漂う、どこを見ても凝っていて惚れ惚れする。実は笠谷さん、私が子供の頃から知っている美容師さんなんです。サロンの内装を全部手掛けました。この壁すごく可愛いでしょ。絵の作品も面白い。新名瀬の漁港ではタイミングが合えば釜揚げしらすの作業中に出会える。いつかの秋に来た時に試食させてもらった。お昼に釜揚げしらすや地魚料理が食べられる有志源に行きます。横浜港の赤レンガ倉庫でイベントがあるようなので久しぶりに行ってみました。なんかバンカーレーラーとかもあるんだね今日。面白そうな出店がたくさん並んでいたけれど、雨が大粒になってきたので何も食べずに退散。天気が悪いのでランドマークタワーのてっぺんに雲がかかってる。弟と待ち合わせして待望の鶏皮を食べに来ました。3日タレに漬け込んだ皮を炭火で5回炙ってパリッパリ、大人気メニュー。2軒目はメキシカンバーストーブスへ。ナチョスとピニャコラーダ。いきなり何なのって感じですが、髪を切ってもらった後、日本では動画を撮るような状況ではなかったので、これはスイスです。日本では水が急に変わったせいか、気候のせいかで全くまとまりがつかないひどい状態になりました。20代から私のことを知ってくれているサランドミュー鎌倉店の平沢氏にきれいにしてもらいました。こんなボロボロな髪の人日本にはいないぞと叱られながら、まだまだ伸ばしたいのでちゃんとケアしなきゃ。ヘアカットの後、江ノ島へ。この日は今年一番の暑さだった気がする。蒸し暑さで全身ずぶ濡れになりながら歩いた。登った。富士山まで続いていると言われている洞窟。もちろん途中から立ち入り禁止だけど、
東京五反田、フィレンツェ留学時代のお友達と恒例の会合。お友達夫婦のフレンチレストランフリコットにて、そう、黒板かけたの？ホリデーランチにしました。手元チェック。昔購入してくれたマンモスの牙ピンキーリングとパールが内側についた台形リングをつけてくれてる。スペイン産生ハムとポテトのサラダ。パソコン使ってる？使うのか、さすがに。使ってる。そうなんだ。編集は全部パソコンでやらないと。里芋と新玉ねぎのクリームスープ。生ハム風味のポテトを詰めた岩手産鶏肉。そしてデザート。ありがとうございます。DMH に久しぶりに行ったの。さ、去年。とっても美味しいランチを完食した後、持ってきてほしいと言われていたジュエリーを納品。カルロスピラミッドネックレス。こちらはシェフの旦那様が選んでくれたと言っていたガーネットがついたマンモスの牙ペンダント。素敵。でもパールと一緒だっつってミスパールと一緒に大丈夫。事前に頼まれていた何点かも見てもらい、たくさん購入してくれました。ありがとうね。ランチの後、原宿で息子たちと待ち合わせ。竹下通りが恐ろしいことになっている。去年はなかった新しい建物。登って上からの眺め。必ず寄っているヒューマンメイドが混雑しすぎてて入れなかった。新宿3丁目、昔仕事で通ってたな。カメラに興味のある息子が行きたがっていた北村写真機館。歩き疲れたのでこの辺で一杯行くか。ビールと串揚げ、締めのおむすび。親友が逗子まで来てくれたのでちょこっとだけ会えた。息子と同じ名前のドーナツ屋でおやつ。家路へはこの負の階段を登らねば。ものすごい辛いから。ものすごい辛いの好きだもんね。父が作るめっちゃ美味しいやつ。インドネシア料理のナシラウォン。なんか食べてばかりですが、ここは毎回絶対に行く店舗。こちらがメニュー。一品ずつその場で揚げて出してくれる。どうしちゃった？締めの天茶。
夕日を眺めながらのブルームーン。次は京都旅行編です。待っててね。